こんにちは、すきかこです。今日は3種類のビーズを使ってこういうモチーフ作っていこうと思います。で、まず内側から縫っていきます。糸はみゆきさんの24番の色味ですね。フェルト地にアクリルのカボションをつけましたね。玉結びしてあります。このカボションの一番ギリギリぴったりを刺してしまうと、ここにビーズが来た時にちょっとね内側にずれちゃうんですね。こうビーズがピヨンってなっちゃう。まっすぐ刺したいのにピヨンってなっちゃう。なので刺すのはビーズの真ん中あたり、ビーズの真ん中を刺します。なのでカボションギリギリじゃなくてちょっとずれるイメージですね。刺して通してこれで1個ですね。で次刺すところはこのビーズ1個分先を刺します。ただこの後1回戻る縫い方なので気持ち遠め、本当に気持ちです。気持ち遠めに刺す。そしたらこんな感じになります。でそして最初のところに戻りますね。戻って通す、また通す。これで1個完成。これがバックステッチっていうやり方ですね。でもう1個つけていきます。はい、ビーズを1個通して1個通して、はい、これで2個並びますね。でまた1個分先のちょっと気持ち遠め、そして今刺したビーズの元の部分に刺してまた通す。これを繰り返していきます。こう一回戻るじゃないですか、元の場所に。それでバックしていくので気持ち遠めにやっていくと最終的に綺麗に並びます。そんなべらぼうに遠くしろってわけじゃないですよ。ほんと気持ち。最初はねこうやって一個一個やっていってください。最初はねガタつきます。本当に慣れないとガタガタします。習うより慣れろっていう言葉もありますから、ひたすら刺すとビーズと仲良くなれますね。ビーズのねちょうど真ん中を刺して、ビーズの真ん中あたりを刺して、で慣れてきたら2個ずつやったりね。私はいつも2個ずつやってるんですが、最初はね慣れないうちは1個ずつやってください。2個刺した場合は2個分先を刺すんですね。このぐらい先で、さっきと同じように気持ち遠めを刺す。こんな感じ。そしたら3つ戻ります。今度は3つ戻ってで全部通していく。2個気持ち遠め刺して3つ戻る。こんな感じでやっていくと全部通っていくことになります。1個分の感覚をつかめてからがおすすめです。私のやり方が全てってわけじゃないので、いろんな方の動画を見てね、ご自身のやりやすいやり方、これの方がいいんじゃないかなっていうやり方を探していただければ幸いです。でね、1周終わった後もう1周ねぐるっと刺していきます。これはねビーズの並びを整えるっていう意味と、あとは補強ですね。1回でも十分ね刺せてはいるんですが、私心配性なのでね、もう1回縫います。少し出っ張ってるなって思ったらちょっと内側を刺してあげるとか、その程度です。で次はね白いボヘミアンビーズと、あとチェコのラウンド、緑のねチェコのラウンドを縫い付けていきます。でラウンドを先にね5個並べて、その後を白のボヘミアンビーズで仕立てていこうかと思います。1個ずつ3ミリの大きさあるので1個ずつしっかり縫い付けていきます。ビーズの種類とか、
そうですね、糸とか針とかそういったのの説明、別動画に詳しく載せてあります。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひね、そちらもご覧ください。最初のそういう基本的な説明からアクセサリーへの仕立て方まで一つにした動画があります。はい、この続き2個ずつ私やりますね。で、私はビーズの変態なんですね。ビーズが好きでちょっと変態っぽくなってきちゃったような変な人なんですよ。でもそれも個性だなとは思って、こう同じビーズでね、全部白とか全部チェコとか、それも可愛いですよね。こう色味とか形ちょっと変えるだけでアクセントになってね、より個性が出るような気がします。はい、こんな感じでできました。これ周り切っていきますね。こう切るときはハサミをまっすぐにします。こう斜めになったりすると変な風にハサミが入って糸を切ってしまう可能性があるので、まっすぐです。で、手元作品の方を回してハサミはそのまま固定した方がまっすぐ切れますね。で、こうハサミのこう横を外側のビーズに沿わせる。当ててギュッてなるとやっぱ糸切れちゃうんで、沿わせるように切っていくと糸はおのずと切れません。切れてない。さあ、こんな感じになりました。前回作ったこちらのモチーフにこちらの刺繍リボン、ちょうど色味がいい感じのがあったのでつけていこうかなと思いました。こんな感じ、いい塩梅な感じに4つ切りました。これ刺繍リボンって切るとバサバサするんですよね。バサバサ。これがすごい気になるし、仕上げの時ね、綺麗にいかなかったりあるので、そういった時このねチャッカマンとかあると処理ができるんですよ。こう軽く炙るだけなんです。軽くシュッシュッシュッって炙るだけで、ほらバサバサ消えました。で、ちょっと硬くなるんです、ここが。はい、これで加工できました。模様のどこを見せたいかっていうのにもよるんですけど、この子を出したいから正面に、こっち正面にして重ねて一回止めてね、見ましょう。こんな重なりで大丈夫かなーって見てあげて、こうなりますね。針を刺して、もうここはねブスブスいっちゃえばいいんですよ。ほどけないように。ブスブスいってます止めて、はい、これで止まっちゃいました。こういう飛び出ちゃったのがあるときは私は接着剤でセメダインとかをちょっと用紙につけて、こうはみ出したところをねちょんちょんと内側に寄せてあげてます。じゃあ後ろからブスッと刺して、このビーズとビーズの今間に刺しましたね。ブスッと。で、あと裏処理の時も刺すので、あまりこう深く考えずに刺したところに戻すでも十分です。あら、いいじゃないいいじゃない。このぐらい縫えれば OK です。ちょっと大きめにこんな感じね、いい感じですね。切れました。前から見た感じもね、いいですね。例えばピアス、これサージカルステンレスの丸皿が 8mm のちょっと大きめのやつですね。ちょっとイヤリングのやり方とか別動画を参照してください。こういう風に金具をつけてやるんですけど、こう金具つけたらこ
こボコボコになっちゃうんですよ。なので下地にしているフェルトさん、デコボコしているところに当ててあげる、と段差がなくなっていくので、少なくなる、全くなくなるわけではないので、少なくなる接着剤を表示につけて、こうやってくっつけてあげる。こういう風にして調整していきます。あとこの辺にもちょっとかましてあげると、ここねポコリ真ん中が出てるので、この辺とか少しこの辺とかね、くるっと次やってあげたりするといいですね。今固まるのを待ちます。そしてこうペタッとくっつけて、で周り縫うような感じになります。裏処理のそのあたりの詳しい動画は別にありますので、そちらご覧ください。こんな感じです。よかったら他の解説動画もご覧ください。あとインスタグラムでは最新の出店情報とか作品の情報とかも載せておきますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録、高評価いただけると本当に励みになります。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。